皆さん、こんにちは。藤井です。このチャンネルは日本語の勉強をしている人へ向けたチャンネルです。いつも日本語学習お疲れ様です。日本語の勉強を続ける中で、会話はできるけど、いつも同じ単語ばかり使ってしまうという悩みを持っている人はいますか？この動画は、そんなあなたにぴったりの動画です。日本語で会話ができるだけでも十分かもしれません。でも、いつも簡単な同じ単語ばかり使っていると、少し子供っぽい印象になってしまいます。そこで、この動画では、あなたの日本語力をレベルアップさせる単語を11個クイズ形式でご紹介します。前も日本語単語力テストという動画を上げましたが、今回の単語は前回よりもハイレベルなので、ちょっと上級者向けです。日本語検定で言うと、だいたい N2 ぐらいのレベルの単語を集めました。単語の意味だけでなく、実際の会話の中でどうやって使うのかというのも説明していきますので、ぜひ最後まで聞いてください。では第1問。具体的。意味はどれでしょう？ A、はっきりしていてわかりやすい様子。B、とても複雑で理解するのが難しい様子。C、何もしないでじっとしている様子。正解は A のはっきりしていてわかりやすい様子です。具体的はビジネスでも日常でも日本人がよく使う言葉の一つです。まだ具体的なことは決まってないんだけど、何か新しいことを始めようと思ってるんだよね、と言ったら、新しいことを始めようと思っているけど、詳しいことは決まっていない。何をするかはまだ分かっていないという意味になります。ビジネスの場面でも、次回の会議では具体的な目標を設定しましょう。みたいな感じで使うことができます。第2問。怠ける。意味はどれでしょう？ A、一生懸命に努力すること。B、嘘をついて相手を騙すこと。C、だらだらと過ごすこと。正解は C のだらだらと過ごすことです。漢字では怠けると書きます。やるべき義務があるのに、それをサボっているという意味です。例えば、全然宿題をしないで漫画ばかり読んでいる子供にお母さんが、あんた怠けてないで宿題しなさいっていうみたいな感じで使います。ゆっくり動く動物いますよね。目が離れてて、毛むくじゃらの木の上に住んでるやつ。あれは日本では怠け者と言います。第3問。平凡。意味はどれでしょう？ A、珍しくて価値が高いこと。B、特に変わったことがなく普通なこと。C、性格がわがままで扱いにくいこと。
正解は B の特に変わったことがなく普通なことです。平凡の平は平坦とか平均とかに使われる漢字で、平らで普通というイメージが湧きやすいかなと思います。凡はあまり使いませんが、特に特徴がないという意味の漢字です。平凡って意味としては普通とほとんど同じなんですが、平凡は特徴がなくてドラマチックなことが何もないという少し文学的な響きがあります。平凡な毎日といえば、悪い意味では退屈になりますが、いい意味では平和で穏やかという意味になります。私は平凡な人間ですと謙遜して言うことも多いですが、実は平凡な幸せが一番だと考える日本人も多いです。第4問。贅沢。意味はどれでしょう？ A、お金がなくて生活が苦しいこと。B、お金や手間をかけて豪華にすること。C、とてもケチで物を与えないこと。正解は B のお金や手間をかけて豪華にすることです。自分にとってもったいないくらい素晴らしいことに使います。例えば、平日の昼間から温泉に入るなんて最高の贅沢だねと言ったりします。これはお金の話ではなくて、貴重な時間を自分のために豊かに使うことへの感動を表しています。贅沢を言うというフレーズもあって、これは不満を言ったり、必要以上の望みを言ったりするという意味になります。第5問。居心地。意味はどれでしょう？ A、体が重くて動くのが面倒な感じ。B、時間の流れ。C、ある場所にいる時の気分。正解は C のある場所にいる時の気分です。居心地がいい、居心地が悪いという形で使います。このソファーは居心地がいいとかね。これはソファーが柔らかいといった物理的なことだけではなくて、人間関係にも使います。このチームはみんな優しくて居心地がいいです。といえば、あなたがその場所にいることを心地いいと感じていることが伝わります。逆に気まずいパーティーなどにいる場合は、居心地が悪いと言います。自分の心の落ち着き具合を表現するのにとても便利な表現です。第6問。精一杯。意味はどれでしょう？ A、持っている力や時間をすべて出し切ること。B、お腹がいっぱいで何も食べられないこと。C、余裕があって楽々とこなすこと。正解は A の持っている力や時間をすべて出し切ることです。一生懸命と似ていますが、個人的には
一生懸命よりも大人っぽいニュアンスがあるなと思います。精一杯はビジネスの場面でも使えます。精一杯やりましたが力不足でした。すみませんと言えば、この人は限界まで頑張ったんだなと相手に伝わると思います。今の生活で精一杯ですと言えば、余裕が全くないという現状を伝えることができます。第7問、お世辞。意味はどれでしょう？ A、相手を喜ばせるための褒め言葉。B、相手の悪いところを陰で言うこと。C、自分の自慢話をすること。正解は A の相手を喜ばせるための褒め言葉です。これはあまりいい意味ではありません。日本には本音と建前の文化があると以前動画でお話ししましたが、お世辞はその建前です。相手にいい気分になってもらうために思っていないけど褒めるって感じですね。だから褒められた時にまたまたお世辞でしょって笑って返せると、もうあなたは日本人です。逆にお世辞抜きであなたの日本語は本当に上手ですねと言うと、これは嘘の褒め言葉ではなく、心からの本音ですよという意味になって相手をとても喜びます。第8問、余計。意味はどれでしょう？ A、非常に重要で欠かせないこと。B、必要がなく、むしろ邪魔なこと。C、計画通りで狂いがないこと。正解は B の必要がなく、むしろ邪魔なことです。余計とは本来あるべき範囲を超えてしまっていることです。漢字は余る、測る、計算の計と書くので、計算したら余ったと覚えると覚えやすいかなと思います。余計なことを言うとか、余計なお世話というフレーズでよく使われます。例えば、誰かがあなたの体型について、もうちょっと痩せた方がいいよとか言ってきたとします。そういう時は余計なお世話だよと言い返すことができます。また、それを聞くと余計に心配になるよのように、ますますというニュアンスでも使われます。第9問、やりがい。意味はどれでしょう？ A、嫌なことがあった時の悲しい気持ち。B、ご飯を食べた後の幸せな気持ち。C、何かをした時の充実感。正解は C の何かをした時の充実感です。この仕事は大変ですが、やりがいがあります。と言えば、苦労しているけど満足してるし、成長を感じているというニュアンスが伝わります。仕事をする上で、お給料とやりがいのどちらが大事かという話題はよく出てきます。私は社会人になる前はお給料だと思っていましたが、今はやりがいの方が
大事です。第10問。着々と。意味はどれでしょう？ A、計画通りに順調に物事が進む様子。B、突然予想外のことが起きる様子。C、何も進まず停滞している様子。正解は A の計画通りに順調に物事が進む様子です。着々と準備が進んでいるというと、単に準備が進んでいるというよりも、一歩一歩着実に予定通りに成功に向かっていますという力強い響きになります。足音が聞こえるようにリズムよく進んでいる感覚です。第11問。直に。意味はどれでしょう？ A、誰か他の人を通して。B、直接自分自身で。C、時間をかけてゆっくりと。正解は B の直接自分自身でです。直接と同じ意味です。直接に飽きた人はこちらを使ってみてください。メールではなく直に会って話したい。先生から直に教わった。このように間に誰かを入れない1対1の真剣なコミュニケーションを表します。はい、皆さんお疲れ様でした。11問いかがでしたか？結構難しかったかなと思いますが、何問正解できましたか？今回ご紹介した単語を使いこなせると、日本語上級者だなという印象になると思うので、ぜひ覚えて使ってみてください。他にこんなことを解説してほしいとかあったら、ぜひコメントで教えてください。ということで本日は以上になります。最後まで聞いてくださってありがとうございました。また次のエピソードでお会いできたら嬉しいです。よろしければチャンネル登録お願いします。